はい、こんにちは、梅野です。本日は田舎の夏みたいな感じの写真を撮っていきたいと思います。はい、1枚目ここの道を撮っていきたいと思います。で、道がこうありまして、で突き当たりがこう右と左に分かれてる道なんですけど、そこにカーブミラーがありまして、他が緑の中にそこにオレンジのカーブミラーがあるので、ちょっと印象的かなと思ったのでここ撮っていきます。で、普通にこう突っ立って撮ってしまうとなんかそのまんま撮ったみたいな写真になりますので、ちょっとこう夏っぽいというかノスタルジックな感じで撮ろうと思うと、子供の立ち位置しゃがんで撮ると当時を思い出すようなノスタルジックな写真になると思いますので、しゃがんで、この辺前を前ボケに使って奥のカーブミラーにピント合わせて撮っていきます。で、横構図で撮ってしまうとこっちの建物とかこの壁とか、余計なものが多く入ってしまいますので、必要なとこだけを縦構図で切り取って撮っていきます。はい、カメラを設定していきます。道を前ボケに使いたいので F 値は 4.5 に設定しました。2.8 よりもちょっと絞ることで奥のカーブミラー全体にピントが合うと思いますので、この設定にしてみました。で、実際のところに向けるとシャッタースピードは250分の1秒出てますので、ISO感度100で OK です。露出プラマイ0のマルチパターン速攻を使って撮っていきましょう。はい、撮った写真がこんな感じになります。ちょっとしゃがんで撮ったことで道の手前の方はちょっとボケて前ボケの要素となりまして、で道がこう伸びていった先にカーブミラーがありますので、それも目線誘導となると思います。で、前ボケがあることでよりこう奥行き感を感じるような写真になりますので、突っ立って撮るよりはちょっとこうしゃがんで撮った方が印象的な写真になるかと思います。で、こちらがそのまま立って撮った写真なんですけれども、これはこれでいいんですけれども、前ボケがない分ちょっと奥行き感を感じにくいのっぺりした写真になると思います。なので奥行き感を表現したかったら、このしゃがんで道の前ボケを使ってあげると、より写真に奥行き感を表現することができますので、ぜひ使ってみてください。そしたら次撮っていきましょう。はい、次はここの道を撮っていきます。で、こう道が伸びていって、で、いい感じのところに電柱が立ってまして、で、奥の方に家がありますので、これと3分割でまとめて撮っていきます。で、しゃがんで、手前の草を前ボケに使いつつ撮ることで、この前ボケは奥行き感というよりは写真にちょっと色を足すような目的で使っていきます。で、撮り方としては普段やったらちょっとこんな感じかな。画面の切り取るような感じで撮るんですけれども、もっとローアングルに構えて下から煽る感じで、せっかくなんで青空も入れて撮っていくと、ちょっとこう緑のこう田んぼのところと青空キーッと入ってより夏っぽく感じられるかなと思いますので、この角度で撮っていきたいと思います。はい、カメラを設定していきます。F 値は4に設定して手前の草を前ボケに使っていきます。この場合でシャッタースピード2500分の1秒出てますので、ISO感度は100で OK です。露出プラマイ0のマルチパターン速攻を使って撮っていきましょう。はい、撮った写真がこんな感じになります。手前の前ボケに使った草の緑が写真に入って、ちょっと華やかな印象になったかと思います。で、道が右下の方から入ってきまして、で、電柱があって、で、奥の方に建物があります。で、建物のところにピントを合わせて撮っています。で、3分割の左下のところに建物を配置して、左上のところに青空で、右下がこの道のこの暗くなっているところと、それぞれ違う要素を入れてますので、いろんな色を使ったりとか、いろんなところを含めた写真になったかと思います。で、もし青空を入れなかった場合の写真がこちらになります。はい、
これはこれでこう道を強調した写真になって、いいかなと思うんですけれども、今回夏っぽい写真を撮りたいと思ってましたので、こっちよりはこちらの青空が入ってた方がちょっと夏っぽさを感じられるかなと思ったので、今回はこっちで撮ってみました。それでは次撮っていきましょう。はい、では次ここ撮っていきます。ここが、クスの巨木って言われる700年か800年ぐらい樹齢が経ってる大きいクスの木がありますので、こことで青空とで下のこの刈り取った多分稲刈り取った田んぼを入れて撮っていきます。でこの、色があんまりないところと大きい緑の塊とで雲がちょっと流れてて綺麗な青空が入りますので、バランスのいい写真になるんじゃないかなと思います。で青空が今日綺麗に出てますので、この変光フィルターを使って青空の深みを出して撮っていきたいと思います。はい、カメラを設定していきます。手前の田んぼでクスの巨木青空と、全体的にピント合わせたいので F 値は14に設定しました。この場合で実際のところに向けるとシャッタースピード60分の1秒ぐらい出てますので ISO 感度100で OK です。露出プラマイゼロのマルチパターンソックを使って撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。3分割の下のラインのところは田んぼで埋めまして、で真ん中のところにクスの巨木で左上の交差点付近にちょっとこの流れている雲を入れて撮ってみました。で3分割の横のラインで分けると、下と中間と上とそれぞれ違う要素が入ってよかったかなと思います。でちらっとこの何ていうかな、右側に草が出ている感じを出してみましたので、夏っぽさを演出する、一つとして役に立ってくれたんじゃないかなと個人的には思っております。で変光フィルターを使うとこの空の青さがより深く出るんですけれども、もし変光フィルターを使わなかった場合の写真がこちらになります。微妙な違いなんで好みにもよると思うんですけれども、変光フィルターを使ってあげるとこの空の青さがより深く出まして、雲のこの流れているところの細かいディティールもよりはっきりしてくると思います。なので風景写真を撮られる方は、できたら変光フィルターも使ってあげるといいかなと思います。それでは次撮っていきましょう。はい、次はこの道を撮っていきます。一直線に結構長い道なので、初めはちょっとこう横に構えて、この木の草を前ボケに使って斜めからこうパースが効いている感じで撮ろうかなと思ったんですけど、せっかくこう一直線に長い道なんで正面に戻りまして、でここはカメラをローアングルじゃなくてちょっとハイアングルに構えて、奥に向かっている道を強調してシンプルに撮りたいと思います。なので横構図じゃなくてもう縦構図で切り取って、この道の感じと横の木とか田んぼとか青空を入れてシンプルに撮ってみたいと思います。はい、カメラを設定していきます。奥にピントを合わせて、手前の道とかは若干ボケつつ奥に向かってピントが合うような感じにしたいので F 値は4に設定しました。で実際のところに向けるとシャッタースピード125分の1秒出てますので ISO 感度100で OK です。露出プラマイゼロのマルチパターン速攻を使って撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。シンプルに縦構造を使って一直線の道を強調するような写真を撮ってみました。で左側にこの地元では幽霊草っていうんですけど、こう幽霊が出てくるような垂れ下がった木と右側に田んぼとでそれに挟まって道があるような感じに撮りまして、で右上のところに青空が出ているような写真を撮ってみました。で初めに言ってたこう横に構えてパースを使うような写真の場合ですと、こんな感じに
なりまして、これはこれで、悪くはないかなと思ったんですけど、せっかくここが一直線の道がありますので、こっちの写真の方がいいかなと思いました。で横構図で撮った写真もあるんですけど、これもこれでいいかなと思ったんですけれども、よりパースが効いたように見えますのでいいかなと思ったんですけれど、より一直線差を今回強調してみたかったので、縦構図のこっちの写真を撮ってみました。で一つの場所で撮る時も、こんな感じで、いろんな角度とか縦構図横構図斜めから撮るのか正面から撮るのか、いろいろ試して撮ってみると、一番理想に近いような写真が撮れるかもしれませんので、いろいろ試してみてください。それでは次撮っていきましょう。はい、次ここ撮っていきましょう。フェンスにこの草が絡まってますので、これなんていうかな、夏っぽいっていうかそんな感じがするので、これと青空と撮っていきたいと思います。でこういうのを見つけた時に、多分このまま、撮る人も多いんじゃないかなと思うんですけれども、これやとちょっとのっぺりした写真になりやすいのと、ここやとこのなんていうかな、メガソーラーがちょっと隙間から見えてしまいますので、横から撮るんじゃなくて、メガソーラーを隠す意味と、ちょっとダイナミックさを出すためにローアングルから空見上げて撮ってみたいと思います。そうすることでこう撮ると普通の写真なんですけれども、この角度変えるだけでまた印象の違う写真になりますので、今回はローアングルから撮ってみます。はい、カメラの設定していきます。手前の草と背景の雲両方にピント合わせたかったので、 F 値は10に絞って撮っていきます。シャッタースピードは80分の1秒出てますので、ISO感度100で OK です。露出プラマイゼロのマルチパターン速攻を使って撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。ローアングルから撮ったことで、背景になったソーラーパネルとかは入りませんし、下から撮ってあげることでちょっとダイナミックさっていうのが出たんじゃないかなと思います。背景をこの青空だけにすることができますので、すごい壮大感というか、そんな感じが出たんじゃないかなと思います。で普通に横から、普通に立った状態ですねから撮った場合の写真がこちらになります。これはこれでなんか情緒があっていいかなと思うんですけれども、背景にソーラーパネルが見えてしまってまして、なんか現実感に戻されてしまうというか、そんな感じもしますし、写真全体がなんかのっぺりした印象になってるんじゃないかなと思います。これはこれでいいんですけれども、このフェンスに絡まってる草と背景の青空を生かすのであれば、ローアングルから狙ったこっちの写真の方がもっとシンプルで印象的な写真になったんじゃないかなと思います。でここも変光フィルター使ってますので、青空の深さがだいぶ出てますので、それも相まってダイナミックさとか壮大さとかが出てるんじゃないかなと思います。はい、本日は夏っぽい写真を、テーマに撮ってきました。いろいろ撮れたんですけど、最後この背景に見えているところ、ここ S 字になってて、綺麗な場所だったんで撮りたかったんですけど、草ぼうぼうになってて S 字がもう分からなくなってたので、ちょっと今回諦めました。で今も9月になると思うんですけど、この動画を上げるのは。ただ最後にちょっと夏っぽい写真が撮れたかなと思いますので、満足しております。今回はいろんな角度とか、そういうのを試しながら撮ってみましたので、ぜひ皆さんも撮りに行かれた時にいろんな角度から撮ってみるのを試してみてください。それでは今日はこの辺で帰りたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。